はい、こんにちは。カードゲームの学校です。今回はですね、シークレットクライシス環境で活躍するデッキを紹介いたします。それでは早速やっていきましょう。ヌメウッコ。昨年末頃から環境の最前線を駆け抜け続けるこのデッキ。ウッコモのデジタマ回転力とヌメモンの展開力を生かしたデッキです。基本的にこのデッキは小粒デジモンで積極的にアタックしていくアグロ系デッキに該当しますが、従来までのアグロデッキとは大きく違うのがその展開力。その核となるのがヌメモン X 抗体とプラチナヌメモン。ヌメモン X 抗体はお互いのターン自身の進化元にヌメモンか X 抗体がある間、消滅時に自身のトラッシュからヌメモン名称のデジモン1体をノーコストで登場できる効果です。そして進化元効果も消滅時に自身のトラッシュからヌメモン名称のデジモン1体をノーコストで登場可能です。この消滅時効果はレベルの制限がありませんので、基本的にはプラチナヌメモンを登場させます。プラチナヌメモンは登場時進化時に自分の手札からヌメモン名称のカード1枚を破棄することでメモリープラス2、さらに消滅時に自分の手札からヌメモンかモンザイモン名称のレベル5以下のデジモンカード1枚をノーコストで登場可能です。この登場時効果がかなり厄介で、ヌメモン X 抗体の消滅時効果からの登場であれば、自分のターンであればメモリーを増やしながらレベル6デジモンを登場できるので、シャイングレイモンルインモードへの進化で相手の動きを妨害することや、相手ターンでも登場時効果は有効ですので、メモリーを動かして相手の動きを制限することが可能です。また、消滅時効果で登場させたいのがモンザイモン。モンザイモンは登場時に自身のトラッシュからヌメモン名称を含むデジモンカード1枚を進化元に置くことでメモリープラス2、さらに登場時進化時に相手ターン終了まで相手のデジモン1体に DP-3000 とセキュリティアタック -1 を付与します。こちらも相手ターンでも登場時効果は有効ですので、メモリーを動かして相手の動きを制限することが可能です。さらにモンザイモン X 抗体に進化することで、さらに展開をしつつ相手デジモンの除去も可能です。モンザイモン X 抗体は進化時にこのデジモンの進化元にモンザイモンか X 抗体があるなら、自分の手札からヌメモンかレベル3デジモン1体をノーコストで登場可能です。また、お互いのターンに1回他の自分のデジモンが登場した時、相手のターン終了まで相手デジモン1体を自分のデジモン1体ごとに DP-2000 します。基本的にこのデッキは多くの場合、起点となるヌメモンを登場させることから始まりますので、その起点デジモンを迅速に除去することで相手の展開を妨害することが可能です。また、除去には基本的にデジモンの効果を駆使した DP- を活用するため、マグナモン X 抗体やタイラントカブテリモンのようなデジモンの効果を受けないデジモンや DP- 耐性のあるデジモンがいると、比較的自分のデジモンを減らさずに対抗が可能です。とはいえ、本デッキは速度と展開力がとんでもないので、耐えるだけでは数の差で負けてしまいます。セキュリティの裏目が基本ないので積極的に攻めていきましょう。マグナモン。完全耐性はやっぱり強く、環境でどっしり活躍している黒デッキ。マグナモン X といえばこの完全耐性。今まで特定の効果に対する耐性を持つデジモンは複数存在しましたが、条件こそありますが、相手の効果全てに対する耐性を持っています。さらに DP アップも可能なため、進化時効果で最低 DP15000、お互いのターン効果もフルに使えば、マックス21000まで DP を上げることも可能です。13段のマグナモンがいまいちデッキに噛み合わず邪魔に感じるものの、他にいいアーマー隊がいないため採用せざるを得ませんでしたが、シークレットクライシスのアップデートパックに収録されたフレイドラモンを採用することで、マグナモン X 抗体をサポートしつつ戦力の強化が可能になりました。新規のフレイドラモンは通常の進化条件の他に特殊進化で V モンから2コストで進化できるレベル4デジモンで、アーマーパージと突進を持っていることと、自身のアタック対象が変更された時、相手は相手のセキュリティを上から1枚手札に加えます。青軸のマグナモン X デッキは進化した次のターン以降は基本的にはセキュリティアタックでセキュリティを減らす必要があり、安全に耐性を付与するためには絶好調なので自身のセキュリティを減らすことが求められましたが、このフレイドラモンの効果を使うことで自身のセキュリティを減らすことなくマグナモン X 抗体の耐性を付与することが可能になりました。その他にも突進で自爆特攻することで相手のセキュリティを減らしつつアーマーパージ、マグナモンに進化し直すことでマグナモン X 抗体への進化も目指せます。ただ、この完全耐性にも当然抜け道はあります。この耐性は相手ターンの終了までですので、ファイナルシャイニングバーストなどの効果が相手のターンまで持ち越す効果で対抗することが可能です。また、セキュリティアタックの場合は、マグナモン X の効果より前にセキュリティ効果の処理が入りますので、コントロールデッキといったセキュリティオプションなどには注意が必要です。また、青軸ではなく、起爆鎮デッキにも採用されており、こちらはラピッドモン X 抗体とともに採用されています。2段のライズグレーモンから進化できれば、自身のアクティブ効果も含めて、セキュリティを4枚削ることもできるため、木のデッキにもかかわらず速度を出すことも可能です。タイラントカブテリモン。レスト中相手デジモンの効果を受けないという唯一無二の効果を持っているカブテリモンデッキ。強力な耐性はあるものの動きが遅く、使用プレイヤーがあまり増えませんでしたが、環境が動くにつれて強力な効果を持つデジモンが多数登場し、除去の大半をデジモンの効果に頼る環境に移行したことで再度注目を浴びています。
このデッキの特徴は、相手デジモンの効果を受けない大型デジモンを展開しつつ、高い DP を生かしたバトルメインの試合展開で盤面を制圧していきます。タイラントカブテリモンは、進化時に手札から特徴に昆虫型か幼虫型を持つデジモン1体を登場コストマイナス8で登場可能で、さらにお互いのターン、レスト状態の間、相手デジモンの効果を受けません。そして自分のターン終了時に1回、他の自分のデジモン1体をレストすることで、レストしたデジモンの DP 以下の相手デジモン1体をデッキの下に戻します。以前まではこの進化時効果で主に登場させるのがグランクワガーモンエースでしたが、シーワモンエースを採用する関係上採用枚数が減ったことや、オーバーフローのリスクからメタリフェクワガーモンの展開から2体目のタイラントカブテリモンを狙う動きが主流になりつつあります。とはいえ、アクティブロックとテイマー除去ができるため、まだまだ油断はできません。また、本環境は強力なエースデジモンが多いですが、基本的にデジモンの効果を受けない本デッキが相手の場合、事実上エースデジモンが封じられた状態になることも多いです。また、豊富な DP アップサポートカードにより、DP が2万を超えることも多く、バトルでの消滅も困難です。基本的なプランは大型デジモンを展開しつつ、DP アップサポートやアタック先を自分のデジモンに変更できるカードを使って相手の動きを制限していきます。さらに最新スタートデッキに収録されている風間ショートを採用することで、持ち物の進化モード効果のターン終了時アタックの対象をアクティブ状態のデジモンやプレイヤーに変更することも可能です。とはいえ、オプションの効果やターンをまたぐとアクティブになってしまうため、相手のターンまで継続する効果であれば効果は通用しますので、強力ですが抜け道はあります。現在はデジモンの効果での除去がメインなのでかなり高位置ですが、コントロールデッキのようなオプションでの除去がメインのデッキが流行ってしまうと途端に数を減らしてしまいます。デジモンの効果を受けずテイマー消滅もできるので、現在最強格のデッキに対して強く出れる数少ないデッキですが、本デッキはロングゲームになることが多く、現在時間切れの場合両者敗北になるため、時間管理には細心の注意を払いましょう。オメガモン、発表当初は散々な言われようだったものの、専用オプションである奇跡の究極士や豊富なサポートカードで環境で活躍しているオメガモンデッキ、映画デジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームをコンセプトとしたデッキです。本デッキは今までの順当進化型のウォーグレーモンメタルガルルモンとは違い、ワープ進化が主な進化ルートのためドローする機会が限られてしまいます。ですので基本的にはデジモンやオプションなどを使ったサーチやドローで必要パーツを集めていきます。新規のアグモンガブモンは共に進化元効果でターン終了時にジョグレス進化する効果とパーツ回収や手札補強効果を持っており、序盤はガブモンの効果でドローを行い、終盤はアグモンの効果で必要パーツをトラッシュから回収するのが主な使い方です。ウォーグレーモンメタルガレルモンは登場時進化時に相方をワープ進化させる効果と固有効果を持っており、基本的には片方のワープ進化効果で進化させ、もう片方の固有効果を発揮する流れなので、小型から中型デジモンの除去であればウォーグレーモン、最近多いテイマー主軸のデッキや大型デジモンへの対処であればメタルガレルモンと、その時々によって使い分けていきます。どちらもパートナーがいれば登場コスト8で登場でき、相方をワープ進化させることで究極体2体を並べることが可能ですが、大きな登場コストは相手の行動回数を増やしてしまいます。そのサポートができるのが新規の八神太一&石田大和。このテイマーは赤青の4コストテイマーで、お互いのターンに自分のデジモンが登場進化した時、自身をレストすることで、自分のグレーモン名称のデジモンがいればメモリプラス1、自分のガルルモン名称のデジモンがいればメモリプラス1、そして自身のターン終了時に1回、オメガモン名称のデジモン1体でプレイヤーにアタックが可能です。新規のウォーグレーモンメタルガレルモンのワープ進化に合わせてこのテイマーの効果を使う場合、登場時にこのテイマーの効果を使用せずにワープ進化後に効果を使用することで、その恩恵をフルに受けることが可能です。また専用オプションである奇跡の究極騎士は赤青のオプションですが、最近流行りの色無視ができないため、このテイマーを展開することが本デッキにとってのマストの動きとなります。奇跡の究極騎士はメイン効果として自分の手札かドラッシュからアグモンかガブモン1体をノーコストで登場させバトルエリアに設置する効果と、お互いのターン名称にグレイモンガルルモンを含む自分のレベル6デジモンがバトル以外で場を離れるときディレイすることで、そのデジモンと手札のカードで手札のオメガモン名称のデジモンにジョグレス進化が可能です。セキュリティ効果も自分の手札かトラッシュから名称に八神太一か石田大和を含むテイマー1体をノーコストで登場しつつ手札に加えるという優秀な効果です。本デッキの要と言っても過言ではないカードであり、このカードをどれだけ早く場に設置できるかで勝率にもかなり影響が出るので、登場するカードがなくても少なくとも1枚は場に設置しておきましょう。基本的な戦術は色確保兼本デッキの核となる太一&ヤマトの展開を優先的に行い、序盤は小粒デジモンであるアグモンガブモンのアグロで攻めていきます。最近のデッキのほとんどにはウッコモンが採用されていますが、本デッキの成長期の DP はほぼ1000なのと、テイマーやオプションが多く採用されているため、ウッコモンがセキュリティバトルで生存することも少なくありません。なので相手の小粒から中型デジモンの塾にウォーグレーモンを使ってしまうと大きくコストを渡してしまうので、白のグレーモンの進化時効果で除去していきます。このグレーモンは消滅時効果を活用することでデジ玉の回転を上げたりテイマー登場したりと本デッキの動きを円滑にすることも可能です。そして奇跡の究極騎士を場に張りつつ究極体デジモンを場に展開していきます。
今回のオメガモンには耐性がないため、不要な合体は行わずタイミングを見極めて合体しましょう。エンシェントガルルモン。ウッカモンセットの次に多くのデッキに採用され活躍しているエンシェントガルルモン。今回はオーソドックスな青ハイブリッド型の紹介です。最近のデッキはウッカモンセットとエンシェントガルルモンの進化セットがあれば、他のカードは自由枠でデッキができてしまうことで、派生型のデッキとしては赤デジ玉型や黄色テイマー型、ガブモン型、シャッコーモン型など様々な種類のデッキが存在し、エンシェントガルルモンの汎用性がわかります。エンシェントガルルモンは登場時進化時に最もレベルの低い相手デジモン1体を手札に戻し、さらに自分のターンに1回効果で自分か相手の手札が増えた時、相手はセキュリティを上から1枚手札に加えます。さらに消滅時に自身のトラッシュからテイマーカードとハイブリッド体1枚ずつを手札に戻し、その後手札からテイマーカードをノーコストで登場可能です。自身にハイブリッド体がないので回収ができないのと、登場させるテイマーはトラッシュから回収したものである必要がないので覚えておきましょう。さらにデジクロスも持っており、オルフモンとガルムモンでデジクロスし、6コストで登場することも可能です。エンシェントガルルモンの利点としては、その進化へのハードルの低さはもちろんですが、セキュリティアタックではなく効果によって手札に戻すため、安全にセキュリティを減らすことが可能です。また、昨今のデッキはテイマーへ干渉するカードが皆無であり、育成エリアからもしくはテイマー進化を起点とするエンシェントガルルモンは、動きを邪魔されにくく、ワープ進化した場合、場に残らず実質テイマーに戻るので、安全に動きつつ自身の動きを押し付けやすいのも特徴です。基本的な動きとしては、ウッカモンでパーツを集めながら、ガルムモン起点のエンシェントガルルモン進化で、序盤から場への干渉はもちろん、セキュリティへの圧をかけていきます。青ハイブリッド軸にする利点としては、特徴を統一できるため、サポートカードが採用しやすいことや、最近デジモンカイザーが流行りに流行っているため、育成エリアでのガルムモン進化といった動きも可能です。2種類目の源浩二の収録により、カテゴリーデッキとしてやっと完成したこのデッキですが、意図したのかされていないのか、様々なデッキに引っ張りだこな、今季一番ホットなデッキです。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はシークレットクライシス環境で活躍しているデッキを紹介しました。発売から1ヶ月が経ち、活躍デッキがある程度見えてきましたので、今環境への仮想敵やデッキビルドの叩き台として役立ててもらえると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。